皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは当チャンネルで定期的にご紹介している機関投資家の銘柄入れ替えについて大きな需給が発生する銘柄をご紹介したいと思います。相場が大荒れの中でも決まったスケジュール通りに機関投資家は動いてくる。対象となる指数、例えばトピックスですと1月、4月、7月、10月の四半期おき3ヶ月に1回大きなリバランスが来ます。また海外の機関投資家が日本株に投資するときによく使われる MSCI Japan という指数。これに関しては2月、5月、8月、11月の四半期おき3ヶ月に1回大きなリバランスが行われます。そしてもうすぐ7月末ということですので、もう皆さんお気づきかと思いますが、今回は7月月末に入れ替えを行うトピックス、需給が発生する銘柄と、来月の8月に MSCI で入れ替えが予定されている、この予想対象となっている銘柄、これをそれぞれご紹介したいと思います。それではまずは前半、トピックスの7月月末入れ替えの対象銘柄ご紹介したいと思います。需給が発生する日というのは7月の30日ですね。この日の引けのタイミングで機関投資家の入れ替え売買が行われます。ですのでトピックスへの組入れ割合が高まる銘柄、買いとなる銘柄は、この7月30日引けにかけて需要が高まると予想される。逆に構成割合が引き下げられて売りとなる銘柄はこの日にかけて売りの圧力が高まってくると予想されるわけです。とはいえ機関投資家の売買がその日に行われている。それが丸々取引所ザラバに出されているわけではありません。大きな規模で運用している機関投資家たちですので、当然取引の間には証券会社をかましている。この存在が全ての入れ替え対象となる銘柄の需給、一律入れ替え日となる月末1営業日前に需給が発生しない要因となっています。基本的な流れとしては、証券会社が指数を対象として運用している機関投資家、ETF や年金運用など、これらの需給に対応するために株券を集めたりさばいたりするわけですが、指数入れ替えのイベントごとに利ざやを狙ってくるヘッジファンドの存在があります。彼らは指数入れ替えの対象となる銘柄が発表される前後から暗躍し始めるわけですけれども、基本的にロングのポジション、買い持ちをしている年金運用や ETF といった指数を対象として運用している機関投資家は、発表日より前に動き出すことはありません。入れ替え日近辺の需給を懸念して、少し前倒しで取引を始める傾向があるのが、年金運用、GPF であったり企業年金などですね。そして日銀が買っている上場 ETF はあまりに規模が大きい時は入れ替え日前後に散らしたりする傾向ありますけれども、ほぼほぼ入れ替え日当日に取引を行ってくるというのも ETF に関しては投資している内訳が毎営業日公表されていますし、ズレが発生することによってこれを運用しているファンドマネージャー担当者が評価に関わってくるからです。ということで証券会社は大きく分けてこの3社に入れ替え対象の銘柄を融通していかなければいけないわけですが、左のヘッジファンドに関しては銘柄の需要供給という点ではプラマイゼロですね。利ざやを狙ってくるだけですので、その銘柄が欲しくて買っている、売っているわけではありません。一方、年金運用や ETF、投資信託といった機関投資家は、この入れ替えの後も指数に連動した運用をするために長期的に保有していくわけですので、基本的に証券会社が集めなければいけない銘柄の数量というのは、右側の2社年金運用であったり ETF といった機関投資家ですね。彼らが欲しがる数量を 100% と置いたときに、だいたいこの発表日から入れ替え日にかけて 75% から 80% 程度を確保しておくというようなイメージで銘柄の調達に動いてきます。とはいえ証券会社もリスクを取りたくないので、実需の約定日となる入れ替え対象日に近ければ近いほど株価の変動リスクというのは抑えられるわけですので、数量まんべんなく集めるというよりかは、やはり入れ替え日の方に寄せて集める傾向が強いわけですね。ただ前半の方、発表日前後ではヘッジファンドも動き出しますので、彼らに融通する分の株券というのは入れ替えの対象日から遠いタイミングであっても、多少は持っておかなければいけないと。そんな中で、基本的に右側の実需2社に関しては入れ替え日近辺というのが分かっているわけですが、ヘッジファンドはいつこの対象銘柄を決済してくるかは証券会社には分からないわけです。実際ですね、多少の利益が出てくれば、入れ替え日を待たずとも、つどつど決済を行ってくる傾向があるというふうに見られています。
さて、だんだん入れ替えの対象日が近づくにつれて、まず年金運用が動き出し、そして対象の日には ETF 投資信託が動くという形になるわけですが、例えばヘッジファンドが一番長くギリギリまで受給を期待して引っ張ったとして入れ替え日まで持ってて、それを決済してきた時というのは、この株券余ってしまいますので、実需の 100% を丸々埋めてないと、その理由になってくるわけですね。そして入れ替え日に売買取引を行った後、この受給の不足分約 20% 程度というのはどういうふうに賄うかと言いますと、よっぽど規模が大きい銘柄であれば、一旦レンディングで借りておいて、実需に当て型後、入れ替え対象日の後ろで集めてくる。そして借りていたところに返すというような動きがあります。ですので、必ずしもマーケットで出回っている貸し株数量、これが空売り座にイコールとならない、こういったテクニカルな借り方というのもありますので、その辺はご認識いただければと思います。またこういった動きがあるために入れ替えの対象日、最も受給が集まる日ではありますが、その近い前後の日にも大きな動きが出る可能性があるというわけです。そして今トピックスを対象として運用されている世界中の資産総額というのはだいたい100兆円に上ります。約半分が日銀の保有する ETF、4割が GPF、そして残りがその他年金運用、投資信託となっています。この100兆円という総額をもとにトピックスでの入れ替えが各銘柄にどのような受給を与えるかというのを計算していくわけですね。ということで7月月末にトピックスの入れ替え対象となっている銘柄、そのうち買いのインパクトが大きな銘柄ご覧いただいています。左から順番に構成の株数、トピックスの指数計算上組み入れられている株数、各銘柄の不動株ですね。そしてトピックス内の構成比率、時価総額の大きな銘柄ほど構成割合が高くなります。そして点線より右側が今回の7月末入れ替えデータですけれども、まずは買いの銘柄をご覧いただいていますので、7月末に構成株数が増加した銘柄たちですね。そしてトピックス対象の運用資産総額100兆円ですので、この各銘柄での増減株数というのが実際の運用規模に直した時にどれくらい受給が発生するかを計算したもの。そして各銘柄の1日あたりの平均出来高で割ることによって、今回のイベントによる受給が何日分の出来高に当たるインパクトになるかというのを示したもの。このインパクトを表す日数の列で大きいものから順番に並べております。必ずしもご覧の銘柄たちが指数入れ替え対象日に株価が上がるほど需要が高まるかというのはわかりませんけれども、少なくとも機関投資家は買いに行かざるを得ない。必ず買ってくるというような銘柄たちですね。その中で一番左側、時価総額の500位以内に入ってくるような銘柄ですと比較的大型な銘柄、上から順番に見ていきますと、富士ソフトであったり国用というところがインパクト 9.1 日分と、それなりに大きな買い需要が月末に発生しそうです。その下にはさらに大きな銘柄、大塚ホールディングス。リスト上位銘柄の中では最も大きな構成比率となっている大型株ですけれども、これが 8.5 日分のインパクト。そしてリストの中ほど1行空欄を置いての下側のリストというのは、時価総額500位以内の銘柄に絞った際に大型株限定のピックアップですけれども、その中では上に囲った3銘柄以外で4番目に入ってくるのがシマノ4日分のインパクト。その後続くのはルネサスですけれども、直近の半導体関連の銘柄、動きを見ていると大荒れな相場ですので、トピックスの機関投資家の受給といったイベントは一周して吹き飛ばされそうな状況ですので、イベント関連で狙っていくとすると、それを飛ばしてアサヒグループ、H2O、花王といったところの方がインパクトとしては出やすい銘柄になってくるかと思います。今ご覧いただいた中で直近の株価の動き、トピックスの指数と比較してご覧いただきますと、青線がトピックスの動き、そして最も直近7月後半のところが枠で囲った部分ですが、オレンジの大塚ホールディングス、紫のシマノといったところが相場荒れている中でも堅調な動きと、多少指数の入れ替え需給に応じた動きというのが先んじて出てきている可能性が考えられます。黄色の富士ソフトは相場展開的に一緒に下がってしまっていますが、比較的ディフェンシブの部類に入ると思われる国用、水色のチャートですけれども、こちらに関しては月末にかけて多少まだ伸びてくる、アルファが出てくる可能性は考えられます。それでは今度は7月月末トピックスの入れ替えで売りになる銘柄、
リストをご覧いただきますとこちら。一番右側、インパクトの日数ご覧いただきますと、先ほどよりも3倍近く数字が大きくなって、20日から30日分のインパクトというとんでもない大きな売り圧力になりそうだという計算になっていますが、これはですね、左側トピックスの時価総額順位ご覧いただきますと、ほとんど1800番台を下回るような小型の銘柄ばかりということで、1日の出来高がほとんどないために大きなインパクトとして計算されてしまっているという形です。ですので、先ほどの買いのリストと同じように、中ほどの1行空欄を置いて、大型な銘柄の中で売り需要になってきそうな銘柄をピックアップしますと、インパクトの日数一番大きい大型株というのが日本ペイントホールディングス。約7日分のインパクト。さらに一番下、少し見にくいですが、インペックス。これがご覧いただいているリストの中では構成比率最も大きな銘柄となっています。これらの銘柄で直近の株価推移ご覧いただきますと、こちら。同じく青の線がトピックス。それに対して一番右側直近のところは、日本ペイントホールディングス、インペックスともに指数平均よりも相対的に大きな下げを記録していますので、ただでさえ難聴な相場付きの中で、機関投資家の需給といった面でも煽りを食らってしまうということで、もう少し環境の改善には時間を置いた方がいいかもしれません。それでは今度は後半8月の MSCI の日本株入れ替え、これをご紹介したいと思います。正式な発表となるのは8月13日、海外の時間ですと12日ですので、日本株マーケットにインパクトが出るのがこの日になります。そしてトピックスと違って1営業日前というルールはなく、実際に機関投資家の需給が発生するのは最終営業日30日の引けのタイミングで最も大きな取引が行われます。MSCI ジャパンの場合はトピックスの構成割合の変更と違って、そもそも指数に新たに入れられたり、時価総額が小さくなって指数から外されたりといったイベントとなりますので、買いのサイドのリストというのは MSCI ジャパンに採用される可能性の高い銘柄から順番にご覧いただいていますが、一応上から未採用の時価総額高い順番ですけれども、一番上の三越伊勢丹ホールディングスですらおそらく採用されません。理由としては時価総額黄色の棒グラフのところですね。一番上の三越伊勢丹ホールディングスは87億 US ドルとなっていますので、円換算するとだいたい1兆3000億円程度。MSCI ジャパンに新たに採用されるためには1兆4000億程度が必要となっていますので、このままだとおそらく届かない。ボーダーラインギリギリになってくる銘柄です。任意の政策書以降は、今回の採用はほぼない。11月以降を期待する形となります。逆に現在採用されている銘柄の中で、8月月末に除外となる可能性の高い銘柄はこちら。15銘柄のリストのうち上から13番目の野村不動産ホールディングスまで文字色が青になっていますけれども、これは除外が有力視されている13銘柄という意味合いになります。そうすると MSCI ジャパンは MSCI 国際、MSCI ワールドといった世界的株式指数、これを含めると全世界相当な運用規模になってきますので、除外されるとかなりの売却インパクトになります。一番右側のインパクトの日数、リストの中で最も高いのは13日分の星崎。それよりもインパクトの日数高い銘柄が2つ上にありますけれども、こちらに関しては日本プロロジスリート投資法人と MSCI 指数の場合はリート銘柄も組み入れ対象となっていますので、具体的に内訳見てみますと、13銘柄のうち3銘柄、リート銘柄が入っていて、残りの10銘柄が一般の銘柄ですね。その他インパクトの日数が高い銘柄ですと、12番目の TIS、2番目の近鉄グループ、10番目の浜松ホトニクスなどが約10日分の出来高に相当する売り圧力となってきそうです。そして先ほど採用銘柄の可能性は0、あるいはあっても1銘柄と、逆に除外の銘柄は13もありますので、現在 MSCI ジャパンに採用されているのは203銘柄、そこから13減となりますと、約90銘柄まで減少してしまうということで、さらに海外の機関投資家からの日本株投資というのが減退してしまうかもしれないというようなイベントとして予想されます。というのも皆さんご存知の通り、原因としては為替レートがドル換算した時に他国の銘柄よりも時価総額小さくなってしまう。円の価値が他の通貨よりも下がっているために日本株の採用がどんどんとそがれていっているという状況です。最後に除外となりそうな銘柄の中で直近の動きいくつかピックアップしますと、青のトピックス市場平均よりも先んじて下がっている銘柄というのが黄色の星崎、
水色のリートですけれども、日本プロロジスリート。一方、除外の可能性が高い1位、2位となっているヤマトホールディングス、近鉄グループに関しては、直近の下落相場で内需関連陸運の銘柄ということで、この1週間は市場平均よりも底堅い動きとなっています。ご覧いただいた MSCI の指数イベントは8月の話ですので、この1週間のペースで来月までずっと下落基調が続きますと、日経平均4桁まで下がってしまいますので、どこか相場が落ち着いてきた時に、そういえば8月 MSCI のイベントがあったな、除外の対象となる銘柄、思い出してみようかと、頭の片隅に置いていただければ幸いです。指数イベントの面白みとしては、採用されるかされないかの一銘柄、あるいは除外されるかされないかの13位近辺、このあたりを見ていくのが動きとしては面白いかもしれません。ということで今回は来週7月末にかけてのトピックス指数入れ替え、8月13日の正式な発表、そして30日の入れ替え対象日となる MSCI 指数、この2つの指数のイベントによる機関投資家の受給銘柄をご紹介しました。こちらの指数入れ替えインパクトのシリーズ、いつもご覧いただいている方ですとご存知かと思いますが、やはり時価総額型のトピックスや MSCI よりも受給インパクトとして最も大きな動きが出てきそうな日経平均の入れ替えですね。3月と9月に行われますが、この日経平均の入れ替え予想の方がギャンブラーとしての血が騒ぐと面白みを感じている方も多いかと思います。こちらは9月末入れ替え対象日ですが、発表が9月の上旬、そして指数としてインパクトが大きいということですので、相場の関係者、特にヘッジファンドも他の指数より早く動き出すということなので、当チャンネルでは8月の頭にですね、この9月対象となりそうな銘柄というのを早めにご紹介していきたいと思います。ぜひ高評価、チャンネル登録していただいて、今後の動画もお楽しみいただけると幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。